連邦捜査官のストームアイ。銃と剣を持つ少女。愛してるの？クラウディアは幻冬公開後初の限定キャラクター。もう一つの拡張版が出てきて閉幕です。しかし、それは本当に簡単ですか？このクラウディアは本当に知っているクラウディアなのか？まずオリジナルファイルを見てみましょう。クラウジアを聞く。彼女はかつてハイガードで学んだ。これを元に構築されたファイルは次のようになる。クラウディアの父親は執行者だった。母親と共にハイガードで暮らしている。しかし、非常に長い。執行者として戦ってきた父。エーダの息子との戦いの最前線で、ブラック中黒ドゥームという計画を発見した後、父が遭難し、クラウディアは父の死の真相を追う。執行者にもなった。父親のようなヒーローになりたい。優れた能力と強力な武器であるグレンジン。彼女は各地を走ってノナを遂行する。徐々に英雄的な人物になった。この時にも、ブラック中黒ドゥームズデー中黒プロジェクトも発見した。人質を救出するために、彼女は一人で交渉に行くことを選んだ。しかし意外な強敵に遭遇した。敗北した後、体はハイガードで眠っていた。ベラの海底決戦の前夜にようやく目覚めた。これは以前知っていたクラウディアです。しかし、グリッドの新しいクラウディアは別のアイデンティティを与えます。オーロラ産業窃盗事件に巻き込まれた。ロスリンとのコラボレーション。彼女はベスタの炎の実験体だった。怪物や英雄のセロンの沼に閉じ込められる。彼女は連邦最高の秘密エージェントです。連邦首脳を守る秘密兵器。知っているクラウディアと比べると、最大の違いがあります。それが出現する時間です。以前のファイルからはわかりません。執行者の家族か、エーダの息子か。大惨事の後に起こったことです。グリネットが遭遇したクラウディアは大惨事の前に現れた。誰が本物なのか？それとも二人は一人ではないのか？彼らは一人ではないという、もう一つの証拠。猫に対する態度です。クラウディアの擬態による叙述。猫はあまり好きではない。しかし PV では、猫と遊ぶことができる。クラウディアは何を変えたのか？これは私たちの良き上司、ハイガードに尋ねます。幻冬には面白いところがある。これが私たちが手に入れた情報です。神の視点ではない。ヘガドや様々な勢力からの編集者。例えば現実には、私たちの歴史の証拠も様々な文学資料から来ています。この情報に虚偽が含まれていたら？実際には、ハイガードに騙されたのは初めてではない。スパークスナラティブより、情報によると、スパークはリンヤが京都技術部に制作を依頼。しかし、実はスパークはレビア製。レイチェルに同行する特別ロボット。いわゆる資料はリンヤの外から人を覆い隠す限界に過ぎない。独身架空ではない。バージョン 4.0。私たちはまた嘘に触れた。アシャバージョンから始まる。疫病の概念はすでにあります。すべてのプレイヤーの心に深く根ざしている。ネット版が新しくなったら、全く新しい言葉です。すぐに置き換えられた。それは時空異変災害。これが大惨事の前の危機です。主人公の探索の後、阻害現象を理解しています。放射線のせいではない。超空間内の列空体の襲撃のために。これらはすべて、以前のバージョンでは、プレイヤーは常に騙されている。クラウディアについて、ヘイデンは浮気したのか？もう一人のエージェントに言及する必要がある。タテオノの持ち主シュマ。シュマはかつてハイガードの特別プログラムに参加していた。このプロジェクトのコードネームは X7 プロジェクト。このプロジェクトでは、2つの実験が成功した。背番号は T04。もう一人は T03 のクラウディアです。よく知られている。今のシュマはサイミルが盗んだ擬態意識。ヘガルドが新たに提供した身体と合体する。クラウディアの心と体はどこから来たのか。大惨事の前にメリル。連邦の特派員。大惨事の後、ヘレナの人脈を頼りにハイガード入りに成功。執行者の一員になる。彼女の栄転は合理的でかつである。クラウディアとは？連邦捜査官のストームアイになった経緯。ヘイガードの執行者。クラウディアの最大の価値。それは彼女のベスタの円実験体の正体ではない。PV のみで登場。並外れた力を持っていることがわかります。可能性はありますか？クラウディアはキャンプに行かなかった。大災害で重傷を負った。強い体だけが残っている。X7 プロジェクトは意識と身体の分離です。クラウディアの意識は被験者03から来た。しかしまだ抜け穴があります。なぜ偶然なのか。3人目の被験者はクラウディア？もっと大胆な仮説が立てられます。愛称はクラウディア。記憶は改ざんされた。彼女を合理的に働かせるために、ヘイガードは彼女の人生を作った。主人公の記憶を削除してバックアップすることができる。ヘイズの力は不可能ではない。これはまたレトの主張を説明します。この武器は非常に特殊です。クラウディアのみ管理できるだけでなく、その力を最大限に引き出すことができる。もし彼女がベスタの円実験体だったら、全てを説明します。彼女は普通じゃないから。しかしこれらは推測に過ぎません。ハンマーはない。いずれにせよファイルには問題があります。前後の矛盾が多すぎる。フ
ファイルはもはや信頼できない。それ以外は今回の PV も素晴らしいです。7つの生態会議で机の上に記事が置かれていた。連合首脳のキラがテロ攻撃を受ける。その後公式の展開でこの攻撃を再び参照。また PV で詳細に表示されます。この攻撃は本当に重要です。7人の生徒の中の兵士がアナトリアがハイパースペースに入る前に隠されたもの。キラの手に何かがあった。これが第2の時空回帰の鍵となるかもしれません。 PV がクラウディアを呼び出しても不思議ではない。この PV のもう一つの見どころは最後のリングです。最大確率はグリッドの最後の領域です。スマートシティゴトトス。なんだこれを中と呼ぶか。スマートシティの背景を見てみましょう。最初のタイムスリップの後、超空間をつなぐ扉が出現。空室も発見された。このような状況下で都市を作る。何を作るべきか。確かに不滅の要塞になるでしょう。超空間 NPC でわかる。スマートシティがあれば安全だと思っています。画面から見ると円環は単なる地上建築ではない。空には半球形のシールドがあります。幻の塔が地下に出たことを考えると地下にインテリジェントな都市が建設される可能性が高い。風はスマートシティです。独立した空間に配置される可能性が高い。それだけだから実際に宇宙の影響を遮断する。連邦政府の技術レベルでは本当にやったのか。フォローアップを待つだけです。クラウジアの詳細。18日の午後にテストをしましょう。風に乗って別の幻想を体験